皆さんこんにちは。バンダイナムコの藤原です。本日この動画をご覧になられている多くの皆様が興味を持っておられるガンダムオープンイノベーションについて、その母体となるガンダムユニバーサルセンチュリーデベロップアクション、通称 GUDA の紹介も交えながら、できるだけ分かりやすく具体的にご説明してまいります。よろしくお願いいたします。それでは早速始めてまいりましょう。私たちバンダイナムコグループはこの度ガンダムを活用したサステナブル活動を推進していきたいと思っております。そこでガンダムを社会に還元していくために立ち上げたプロジェクトがこのガンダムユニバーサルセンチュリーデベロップアクションになります。このプロジェクトは来るべき宇宙世紀の実現に向けてをテーマとし、バンダイナムコグループとしてガンダムを使ったサステナブルな活動を推進していくものになります。その活動の一つがすでにスタートしておりますガンプラリサイクルプロジェクトになります。ガンダムのプラモデルシリーズ、通称ガンプラのランナーを回収し、お客様と共に世界初のケミカルリサイクルによるプラモデルの製品化を目指し、今年4月1日よりスタートしております。ぜひ GUDA のホームページからもご確認いただければと思います。そしてもう一つの活動が今回ご説明するガンダムオープンイノベーションになります。 GUDA のテーマでもある来るべき現実の宇宙世紀に向けて、これを体現するようなプロジェクトでは、ガンダムの世界同様に人口問題、そして地球環境問題への向き合いについて新しい発想やそして技術を幅広く募集いたします。40年以上も前に機動戦士ガンダムという作品は増加する人口や悪化する地球環境に対して警鐘を鳴らしていました。その後もガンダムは宇宙進出、また人類の関係を密接に描いており、私たちが宇宙を、そして未来を、平和を考える契機を与えてくれる作品となっています。またガンダムファクトリー横浜では、フィクションの存在であるガンダムを動かすためにさまざまな技術が進化したように、フィクションであるガンダムの世界からインスパイアされたアイデアだからこそ、現実に活用できるアイデアが生まれるのではないかと思っております。これからの未来に対して何ができるか、我々と一緒に考えていきましょう。ガンダムオープンイノベーションとは、この現実世界において宇宙世紀を新たに捉え直し、そしてガンダムの世界同様にさまざまな社会課題に対し、ガンダムと未来技術を掛け合わせることによって夢と希望を実現化させるプロジェクトになります。宇宙世紀とは、人類の宇宙への移民の開始から始まる新しい歴史の概念でした。地球を含む広大な宇宙に人類が対峙していくことは、ガンダムシリーズの根底にあるテーマの一つです。このテーマのもと、現実の宇宙世紀に向けて何ができるのか、どのような未来を実現できるかを皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。ガンダムの世界同様に、今後我々が向き合う人口問題、環境問題、また宇宙進出などの未来社会におけるサステナブルなテーマや領域において、革新的なアイデアや技術を幅広く募集してまいります。具体的には宇宙、都市、ニュータイプ、機械、エネルギーなど、ガンダムの劇中で描かれたさまざまな表現、また未来世界に関してのテーマで募集させていただきます。しかしながら、テーマに沿っていることが重要ではなく、そのテーマにおいてどのような未来が描かれるか、そしてどのような世界を考えているかが重要となります。でまた、私たちが求めるパートナーについては、将来性、技術の優位性とともに人柄やコミットメント力なども重視いたします。端的にガンダムオープンイノベーションで求める以下の3点をパートナー像として評価したいというふうに思っております。1つ目がガンダムへの深い理解、
そして2つ目が募集テーマにおける技術、経験、そして実績になります。また3点目は今後の実現性。この3点を重視したいというふうに思っております。もう少し詳しくご説明しますと、ガンダムへの深い理解、こちらに関しましては、ガンダム IP の未来社会への明確なビジョン、そして熱意があるか、また本気で世界の未来社会にイノベーションをもたらすための動機があるか、こちらを考えていきたいというふうに思っております。そして2点目の募集テーマにおける技術、経験、実績に関しましては、技術の新規性、将来性、また過去の実績などを鑑み、このプログラムで実現する未来への先進性と魅力度があるか、こちらを重視してまいります。そして3点目の今後の実現性に関しましては、ガンダムで描かれた未来を解釈し、現代社会においてゴールへの具体的なプランが提示できるか、中長期でビジョンを現実にフィードバック、そしてアプライできるかなどを検討させていただきたいというふうに思っております。パートナーの通過過程においては、ガンダムオープンイノベーションの活動を通し、中長期でしっかりと実現できるパートナーを選出することに主眼を置き、定量的、定性的、双方の評価を考慮した上で判断してまいります。重要なのは、ガンダムという物語で描かれた宇宙世紀を単に未来予想として捉えるのではなく、現状の世界の状況を鑑み、そして現実の宇宙世紀ならこういう未来が実現できる、そういう新しい解釈、そしてそのための現実可能性をしっかりとアピールいただきたいというふうに思っております。来たるべき宇宙世紀に向け、私たちで何ができるのか、何を実現したいのか、皆さんと一緒に新しいオープンイノベーションを起こしていきたいというふうに思っております。さて、今後のスケジュールにつきましては、この動画配信をもってエントリー開始となります。本日より約2ヶ月間エントリーの受付期間を設けておりますので、皆様のご応募をお待ちしております。その後、書類審査をさせていただき、面談審査という流れを予定しております。次回のガンダムカンファレンスでは、このオープンイノベーションの応募進捗についてご説明させていただく予定です。また、この動画配信に加えまして、7月20日にガンダムオープンイノベーションのオンライン説明イベントを開催する予定です。ガンダムオープンイノベーションに関する詳細な説明と、そして双方向での質疑応答を予定しております。説明会の参加は必須ではございませんが、エントリーの際に生じる疑問点、また不安の解消にご活用いただければというふうに思います。詳細に関しましては、本日更新しましたガンダムオープンイノベーションのホームページをぜひご覧ください。ぜひこちらの説明会にもご参加いただき、皆様のご応募への手助けとなれば幸いでございます。最後になりますが、ガンダムという物語が描かれてから42年の歳月が経過いたしました。宇宙世紀という概念が存在したことによって、私たちはさまざまな未来を想像し、そして今を生きています。それこそ若い時にガンダムという作品に触れ、現在の人生を形成する方も多いのではないでしょうか。ロボットに憧れ研究者になった方、また宇宙に憧れて宇宙開発を志した方、また地球環境を何とかしたいという思いから環境保全に努める方、さまざまな人の心に宇宙世紀という物語が来続けているというふうに思います。そんな方々と一緒に現実社会においてやがて来るであろう現実の宇宙世紀に向けて何ができるのか、どんな未来が実現できるのか、皆さんと一緒に我々は考えていきたいというふうに思っております。ぜひ一緒に新しいイノベーションを起こしてまいりましょう。本日はありがとうございました。